ああ、臭い臭い。さっきからやたら土臭いんだよな。取引先の営業部長が、そう言ってペットボトルの水を俺へとぶちまけてきた。あはは、水も滴るいい男だぞ。これで綺麗になった。ポタポタと頭から落ちてくる水滴が、無言で佇む俺の足元に水たまりを作っていく。目の前には腹を抱えて笑い転げる部長。俺に感謝しろよ。小汚い土方風情をわざわざこの俺が手ずから洗ってやったんだからな。他人に飲みかけの水をかけておいて、のんきに笑えるその神経が俺には理解できない。気づくと俺は、未だ垂れ落ちる水滴もそのままに怒鳴り声を上げていた。ここの社長に伝えておけ。10億の取引は即刻中止だってな。俺の剣幕に驚いたのか、部長が間抜けに口を開けたまま、目を見開いてこちらを見てくる。そしてこれが大波乱の幕開けの合図となったのだった。俺は今井隆平。とある建設会社の社長をしている。もともとは父方の祖父が個人で経営していた会社だったが、跡取りだった俺の父が若くして他界。そして俺は祖父との話し合いの末、将来父の代わりにその会社を継ぐこととなった。大学を卒業後、祖父の下で建設の仕事というものは頭と肌で覚えることができた俺は、60歳になった現在でも現場仕事を精力的に続けている。そんな日々の中、俺はとある契約についての打ち合わせのため、取引先の企業を訪問することとなった。取引先の企業は、業界では中堅どころではあるが、建物は現代的で、いかにも今時の会社といった風情だ。開放的なロビーを抜けて受付を訪ねると、5階の会議室に向かうよう伝えられ、俺は一人エレベーターで5階まで上がる。そしてエレベーターから降りた、その時だった。ちょうど隣のエレベーターを待っていたらしい男性が、俺の姿を見た途端、その神経質そうな眉を思いっきり歪め、無然とした調子で口を開いた。誰だお前、小汚いやつだな。いかにも不愉快そうにそう吐き捨てた男性は、そのままじろじろとぶしつけにこちらを見やってくる。実は今日、この会社を訪れる前に、急な現場仕事が入ってしまったため、俺は作業着のままであった。自身の会社へ着替えに戻ると、確実に約束の時間には間に合わなかったので、事前に理由を伝え、作業着のまま打ち合わせに向かうことを連絡してある。だが男性が言うように、こんなモダンでおしゃれな社内ではやはり、汚れた作業着姿の俺はとても浮いてしまっていた。見やれば、男性はここの社員のようである。下げている社員証には、営業部部長、駒狩とあった。そういえば、今日の打ち合わせには営業部の部長も同席すると聞いていたが、もしかしたら、それがこの男性なのではないだろうかと、俺は察する。そしてまずは挨拶をしようと笑顔で口を開いた。これは申し訳ない。事前に伝えてあったのですが。だがその直後、駒狩部長は俺の挨拶を叩き折るようにして遮ってくる。おいおい、どこから迷い込んだんだよお前。そんな薄汚れた作業着でうちの会社をうろつくんじゃない。たく、野良猫でもあるまいし。いや、今時は野良猫でもお前よりはマシだな。そう言って、ふんと鼻を鳴らした彼のそんな物言いに、俺は思わずあっけに取られてしまった。確かに格好からして場違いなのは自分でも承知である。だが、かといって初対面の相手に暴言を吐いて許されるかと言ったら、それは違うだろう。それでも俺はもう一度、穏便に出ることにした。こんなご時世であるし、事情を知らない相手からしてみれば、今の自分は確かに不審者じみて映るかもしれないと思い直したからだ。これにはちょっと訳があって、仕事が入ってしまって着替えに戻る時間が取れなくて。しかし
俺の言い分など聞く気もないとばかり、小曲部長はわざとらしく肩をすくめて俺を一別する。あ、仕事？どうせお前、土方の作業員だろ？まあ、肌もいい色に焼けて、仕事熱心で感心。でもね、おじさん、ここはオフィス。そんな小汚い格好で来るとこじゃないんだよ。わかるかな？と、まるで年派もいかない子供に言い聞かせるようにして、彼はニヤニヤと笑った。完全にこちらをバカにしている様子の小曲部長に、さすがの俺も眉を潜めてしまう。俺は会社を継ぐ前、祖父の後について現場仕事のいろはを学んだ。その際に俺は、現場で働く作業員がいかに大事かということを徹底的に教え込まれたのである。彼らの日々の働きによって、その仕事の質は天と地ほども差ができると。実際、作業員のモチベーションの有無で仕事の結果は明らかに変わっていた。自分たちが彼らに仕事を回してやっているのではない。彼らがいるから自分たちも気持ちよく仕事をしていられるのだということを、俺は骨身に染みてわかっている。それを仮にも建設関係の企業に属する社員が自ら彼らをバカにするとは。俺は怒鳴りつけてやりたいのをこらえ、一呼吸挟んだ後、淡々と口を開いた。確かにこのような格好で参ったのは良くなかったと思います。ですが、あなたのその物言いは即刻改めてください。は？なんだと？相手の話も聞かず、さらに現場の作業員だからと、鼻から見下すその態度、私は見過ごせません。人気がなく静かな廊下に、俺の声が反響する。そしてできるだけ真摯に伝えたつもりのその苦言だったが、小曲部長の胸には残念ながらこれっぽっちも響かなかったらしい。みしりと彼の手に握られていた飲みかけらしきペットボトルが小さなきしみを上げた。見やればペットボトルを握るその拳がブルブルと震えている。どうやら俺の態度は小曲部長を反省させるどころか、その怒りに火をつける結果となってしまったようだ。そしてたちまち顔を真っ赤にさせた彼は、指をつり上げ、俺をひどく睨みつけてくる。土方風情が偉そうな口を叩くな！というかお前、本当にどこから入ってきたんだよ！大方、興味本位で覗きに来たんだろうが、建造物侵入罪で訴えてやってもいいんだぞ、こっちは。彼が怒鳴るたび、さらにミシミシと音を立てて、手のひらの中のペットボトルが哀れにひしゃげていく。キャップが外されていた口からは中身の水があふれて、彼の手を濡らしていた。するとその冷たさに、自身の握るペットボトルの存在を思い出したのか、彼が瞬間、なんとも嫌みたらしい顔で、にーっと口の端をつり上げる。ああ、臭い。さっきからやたら土臭いんだよな。誰かさんが小汚い格好でうろついてるせいかな。ああ、ちょうどよかった。俺の持ってるこの水で土臭い原因を洗ってやろうな。耳障りな猫なで声でそう口にした小曲部長。そうして目が合ったと思ったその直後、バシャンという音とともに何か冷たい液体が俺の体に浴びせかけられたのだった。とっさのことで言葉をなくすこちらに。けれど小曲部長は愉快そうに肩を揺らして俺を指さし笑う。はっはっはっは。水も滴るいい男だぞ。よーし、これで綺麗になった。お前、俺に感謝しろよ。小汚い土方風情を。わざわざこの俺が手ずから洗ってやったんだからな。ポタポタと頭から落ちてくる水滴が無言で佇む俺の足元に水たまりを作っていく。目の前には腹を抱えて笑い転げる小曲部長。他人に飲みかけの水をかけておいてのんきに笑えるその神経が俺には理解できない。そして気づくと俺は未だ垂れ落ちる水滴もそのままに怒鳴り声を上げていた。
ここの社長に伝えておけ。あいにくだが、そっちが切望していた10億の取引は即刻中止だってな。すると突然の俺の剣幕に驚いたのか、小曲部長が間抜けに口を開けたまま目を見開いてこちらを見てくる。だがそれには構わず、俺は垂れていた水滴を雑に振るい落とすと、足音も高らかにその場を後にしたのだった。さて、その日の夕刻のことだった。濡れた作業服からスーツに着替えて人心地ついていた矢先、九段の取引先から社長の鈴木と、それから当事者である小曲部長が俺を訪ねて会社へとやってきたのである。姿を見せた俺に、血相を変えた鈴木社長はすぐに立ち上がって、深々と頭を下げる。この度は本当に、弊社の社員が失礼な態度を取りまして、面目次第もございません。だが、その細い方を青ざめて、油汗を流す社長とは裏腹に、原因である小曲部長はといえば、この後に及んでしぶしぶ連れてこられた感丸出しで、ふれくされた子供みたいにそっぽを向いている始末。また鈴木社長が頭を下げる横で、無理やり立ち上がらされてはいるが、そのままむっつりと黙り込んでいる彼は、どう見ても自身の先ほどの行いを反省しているようには見えない。小曲部長のその態度に強い不信感を抱きながらも、俺はひとまずため息をついて鈴木社長を見合った。事情はそちらの小曲部長からお聞きになってらっしゃると思いますが、一体そちらの社員教育はどうなっているんでしょうか。初対面の相手にいきなり水をぶっかけるなど、あってはならないことでしょう。静かな口調ながら俺が彼らを一睨みすれば、鈴木社長はわかりやすく肩を丸めて、すみません、すみません、と上ごとのように繰り返す。だが当の小曲部長は、横の社長が米付きバッタのごとく頭を下げる様子をどこか見下したようにして一別するのみ。俺への態度はもちろんだが、自身が勤める会社のトップに対してその反応は、さすがに度が過ぎているのではないか。彼らの関係性は一体どうなっているのかと、俺はますます不審を募らせていく。この度は本当にご迷惑をおかけしまして、なんとお詫びすればいいのか。それでですね、差し出がましいとは思いますが、まずはどうぞこちらを。その間も、震える小姉でボソボソとそうごちると、鈴木社長はおぞおずと自身の懐から白封筒を取り出し、俺へと差し出してきた。大方の見当はついていたが、俺はそれをあえて口に出して問う。これは。すると俺の視線にいすくめられたかのように言葉を詰まらせつつ、鈴木社長はたどたどしく答えた。今回の件に対する慰謝料です。そして予想通りの答えが返ってきたことに、俺はもはや呆れてしまう。で、これを支払うからすべて許せと。抑揚のない俺の問いかけに、鈴木社長がブルブルと首を振る。めっそうもない。ですが、これでは足りないと言われるようでしたら、もっとお支払いする用意はあるので、どうか、この度の契約だけはこのまま弊社と結んでくださいませんでしょうか。ああ、やはりそういう話になるのか。俺は内心、大きく短足した。実は俺は、祖父からこの会社を継いだ後、その事業規模を数倍の大きさまでに拡大させていた。そしてこの度10億を超える大きな仕事を手掛けることになり、取引先をどこにするかで迷っていたところ、鈴木社長からぜひ我が社にというオファーがあったのである。中堅どころとはいえ、まだまだ不安定な自社の足場固めをしたい鈴木社長からしてみれば、今回の案件はきっと喉から手が出るくらい取りたい仕事ではあるのだろう。だが未だに一切の謝罪の言葉がない小曲部長と、それから謝罪の意思こそ伝わってくるものの、その先の目的が透けて見えている鈴木社長の態度に、俺はどうも引っかかりを覚えていた。そうして俺は最後のチャンスとして、無言で不適されている小曲部長に水を向けた。
鈴木社長の意向はよくわかりました。では駒狩部長、あなたはどうお考えですか？は？まさか話を振られるとは思っていなかったのか。俺の問いかけに駒狩部長はここに来て初めて反応らしい反応を見せる。俺？はい。元はといえば、あなたのせいでこんなことになったのでしょう。それでも鈴木社長さんは、うちと契約したいとおっしゃる。では、未だに謝罪もないあなたは、この契約には反対ということでよろしいですか？それこそ子供に言って聞かせるような懇切丁寧な俺の問いかけを、彼は正しく嫌味と受け取ったらしい。その苛立ちをわかりやすく顔に出し、それから駒狩部長はいかにも馬鹿にしたかのようにして、俺を見やってきた。別に、うちの会社はオタク以外とも取引はありますから。ちょっと駒狩くん、なんてことを。そう言ってせせら笑う部下を、鈴木社長はぎょっとしたように見合っては、目を向いて止めようとする。だが自社の社長の反応など毛ほども気にしていないかのように、駒狩部長は頬を歪めてさらに言い募ってきた。そもそも、打ち合わせに作業着で来る社長なんて馬鹿げてるでしょ。それ、何のつもりなんです？もしかしてあんた、そうやって俺らを引っ掛けて詫び入れさせて、ついでに慰謝料ぶんどろうって魂胆ですか？謝罪なんぞ一切してやるものかと示すように、堅くなに腕組みをしてこちらを見下しながら、彼はそう嘲笑してくる。その横では、慌てた鈴木社長が必死で部下を止めているが、肝心の駒狩部長がそれを受け入れていないため、単なる鈴木社長の一人相撲となってしまっていた。駒狩くん、そんな口の利き方。は？なんすか？なんか文句でもあるんですか？文句って。はあ、たく。文句がないならせいぜい黙っててくれます？それどころか、鈴木社長が何か言うたびに、あろうことか駒狩部長の方が強気に出て、むしろ社長を黙らせようとしているではないか。実にあべこべな二人のパワーバランスを目の前にして、こんなやりとりがまかり通る会社など、どう考えても正常な状態ではないと俺は判断した。俺はきっぱりと言い切る。残念ですが、今回のお話はなかったことに、契約は完全白紙撤回とします。話は以上です。どうぞお帰りください。あ、その白封筒も忘れずに。そんな。俺の言葉に打ちのめされている様子の鈴木社長。だが案の定、駒狩部長だけはさっさと席を立ち上がり、自社の社長を置いて応接室を出ていく。そしてその見切りの速さに追い立てられるようにして、やがて鈴木社長もとぼとぼと帰っていったのだった。さて、その後のことである。あの10億の案件に関して、俺は結局、他の企業と契約を交わし、仕事に取り掛かった。だがその最中、とある事件が起きた。なんとあの後、駒狩部長がクーデターを起こし、鈴木社長を会社から追い出したのだ。業界の事情に詳しい知人から教えてもらった話によると、何でも駒狩部長はもともと創業者一族の出で、鈴木社長とも親類関係にあったのだという。だが鈴木社長の属する派閥と争った結果、駒狩部長の属する派閥は負けてしまい、営業部長に甘んじていたようである。だが、やり手だった鈴木社長の父が亡くなり、気弱な息子が後を継いだため、派閥のバランスは徐々に崩れ、ついにはクーデターが引き起こされるまでになったそうだ。とにもかくにも、あのまま契約を結んでいたら、相手方のお家騒動に巻き込まれて、仕事にも影響が出ていたのは間違いない。そう考えれば、あの段階で駒狩部長が俺に難癖をつけてきたのもいいタイミングだったようにも思う。まあ、そんなことを言ってのんきに笑っていたところ、部下には、笑っている場合ですか？と叱られてしまったわけだが、さらに数ヶ月後、驚くべきことが判明した。クーデターの後、晴れて社長に収まった駒狩元部長だったが、なんと、
粉飾決済を行っていたことが内部告発で明るみに出たのだ。そして会社はみるみるうちに倒産へと追い込まれた。その上、彼は違法な詐欺ビジネスにも手を出していたことが分かり、ほどなく逮捕されることとなったのである。そのニュースを聞き、世の中、本当にいろいろなことが起こるものだと俺はしみじみ思った。幸い、我が社の10億の取引はその後も順調に進み、またこの仕事がきっかけで会社の名も売れ、業界での注目を浴びるようになった。だが人間、調子がいい時ほど慢心してはならない。因果応報、いいことも悪いことも、自身の行いは必ず自身に返ってくるものだ。何事にも謙虚に、そして信念を持って、俺はこれからも社長業に励んでいこうと、改めて心に誓ったのだった。いい年したおっさんが遅刻してやってきて、受付してくれだなんて失礼なやつだな。下っ端のおっさんなんて数集めで呼ばれただけなんだよ。入っても席なんてないの。得意先の創立記念パーティーで受付係の新入社員に暴言を浴びせられた俺。遅刻したことを詫び、なんとか入れてもらおうとお願いするも、帰ってきたのはさっさと帰れという言葉。俺は諦めて立ち去ろうとすると、ドアが開き、会場から出てきた男性が受付の社員に慌てた様子で問いかけた。社長のご子息がまだ来てないみたいなんだが。直後、俺の立場を知った新入社員は、みるみるうちに青ざめていったのだ。俺の名前は沢村隆太。俺はとある地方銀行に勤務している。キャリアも10年以上が経ち、だんだんと責任のある仕事も任せてもらえるようになってきた。その分、仕事の量も増えてきて、大変なことも多いが、やりがいを感じている。俺は融資を担当しており、融資先に出向いたり、折衝したりと、たくさんの人と関わる機会が多い。そのため、一人前になるまでにたくさんミスをして、お客様を怒らせてしまったこともあった。しかし、お客様と真摯に向き合い、関係性を築き上げていき、今では顧客からも銀行内からも信頼を得ることができていると思う。その日、出先から銀行に戻ると、同僚が大きなため息をついていた。いつも真面目に一生懸命仕事をしている人だったので、俺は少し心配になった。お疲れ様。大きなため息ついて何かあったの？ああ、お疲れ。いや、ちょっとムカつくことがあってさ。同僚が眉間を寄せて顔を上げる。さっきまで大口融資先の大手企業に行ったんだ。そこで舐めた態度を取られてさ。その大手企業の話はよく同僚から聞いていた。そこの担当者、いい人だって前言ってたじゃないか。担当者はとってもいい人なんだけど、担当じゃない若い社員の人なんだ。担当者でもない人が？担当者が見つからなかったからどこにいるか教えてほしいって声をかけたら、鼻で笑って、地銀のやつなんか相手にしてるほど暇じゃないから自分で探してくれってさ。その話を聞いて俺までも少し腹が立った。なんだそれ、地銀だからバカにしているのか？同僚は呆れた顔でうなずいた。まあ、大手企業だからメガバンクとも取引があるんだろうけど、地銀だからって舐めてるだろ？他の社員の人たちはとってもいい人なんだけどな。同僚の言う通りだ。地銀だからといって見下される言われはない。担当者でもないんだし、そんな人のことあんまり気にしなくていいんじゃないか？そうだな。でも言葉遣いもタメ口で、話しかけても椅子にふんぞり返って、すごく失礼な態度でな。自分の行動が会社の印象を悪くするかもしれないってわからないのかね。
わかんないからそんな態度するんだろうな。確か、総務の三浦っていう人だったよ。もし会うことがあれば注意した方がいいよ。ありがとう。もし行く機会があれば気をつけるよ。俺が担当ではないので、そうそう会う機会はないだろうと思ったが、覚えておくことにした。その数週間後、例の大手企業の創立50周年を記念するパーティーが開かれるという知らせがあった。うちの銀行も担当者の他に各支店長など何人か招待されたらしく、俺も参加するようにと上司に言われた。パーティー当日、俺は以前から予定していた顧客との商談があり、それが終わってからパーティーに参加するつもりだった。しかし、その商談が予定より長引いてしまい、パーティーの開始時刻より大幅に遅れて会場に到着したのだ。事前に知らされていたスケジュールによれば、すでに終盤のはずだ。会場の外からでもすでに縁も竹縄な様子が感じ取ることができた。とりあえず急いで中に入ろうと思った俺は受付の場所まで走った。受付は会場外にあり、ひっそりとしていて係の男性が暇そうにスマホをいじりながら着席をしている。俺は大幅に遅れてしまったため、無礼のないようにと受付の男性に声をかけた。お世話になっております。地方銀行の沢村と申します。遅くなり申し訳ございません。頭を下げ挨拶をしたが、受付の男性はちらりと俺を見て、また自分のスマホに視線を戻した。男性の名札を見ると、総務三浦の名前がある。先日同僚が話していた失礼な態度の社員だ。無視をされたことに少し腹が立ったが、早く受付を済ませて会場の中に入りたかった俺は、また丁寧に声をかけた。遅れて申し訳ございませんが、会場の中に入れていただきたいので、受付をお願いいたします。すると、三浦は大きなため息をつきながら、スマホをしまって俺を見た。はあ？何？こんなに遅れてきてバカにしてんの？三浦は同僚の言っていた通り、タメ口で話してきた。いいえ、決してバカにしているなんてことはありません。遅くなってしまい、大変申し訳ございません。三浦の失礼な態度に腹が立ったが、遅れてきた自分が悪いのだと言い聞かせて、怒りをこらえて3度目の謝罪をした。相手に謝罪の気持ちが伝わるように深々と頭を下げたが、三浦には伝わらなかったのか鼻で笑っていた。いい年したおっさんが遅刻してのこのこやってきて受付してくれだなんて失礼なやつだな。まあ地銀のやつだから礼儀がないのも仕方がないか。三浦は同僚にしたように俺にも地銀だからとバカにしてきた。そもそも地銀の下っ端のお前なんて数集めで呼ばれただけなんだよ。入ってもお前の席なんてない。下っ端って何ですか？一応今の銀行に10年勤めています。何も知らないのに勝手に俺が下っ端と決めつけてバカにしてくる三浦に言い返す。見ればお前が下っ端なことくらいわかるんだよ。そもそもおっさんにもなって下っ端って恥ずかしくないの？俺だったら恥ずかしくてパーティーなんか来れないわ。なんでこんなに言われないといけないのか。腹が立ち、目に力を込めてみたが、三浦は気にした様子もなく話を続ける。悔しかったら、俺みたいに大企業に就職してみろよ。どうせできないと思うけど。挑発するように言う。俺はそれに言い返そうとした。しかしその瞬間、会場の中からお開きになるアナウンスがドア越しに聞こえてきた。そのアナウンスを聞いた三浦はまたバカにしたように笑いながら俺を見た。残念だな。もうパーティーは終わりだ。中に入っても無駄だよ。どうしても中に入らせたくないのだろうと感じたが、
俺も諦めない。もう終わるかもしれませんが、皆さんまだ会場にいらっしゃいますし、受付をして中に入れさせていただけませんか？うるさいな。くどいんだよお前。さっさと帰れよ。これだから地方銀行にしか就職できないようなバカは嫌いなんだよ。その言葉にさすがに俺も苛立ちを抑えることができなくなった。俺だけではなく、うちの銀行までもバカにされているのが本当に許せない。なんであなたにそこまで言われないといけないんですか？御社から招待していただいたのに席がないだとかおかしいんじゃないですか？はあ？なんだと？三浦は俺の言葉に腹を立てたのか、鋭い目つきで睨んでくる。お前、誰に向かってそんなこと言ってるか分かってるのか？自分は大手企業の社員だぞと言いたいのだろう。しかし、俺も黙ってはいられなかった。御社とも取引させていただいているのに、地銀だからってバカにされるのもすごく気分が悪いです。あなたの態度で御社のイメージが悪くなってしまうと思いますよ。地銀の下っ端が誰に物を言ってんだ。お前に注意される筋合いはない。三浦が受付の机をバンと叩いた。もういい。お前の銀行なんてうちと取引できないようにしてやる。会場外の受付をやらされているような若手社員にそんな権限があるのだろうか。怒りに任せて言ったのだろうことが容易に想像できて少し呆れてしまう。おそらく彼に何を言っても無駄なのだと俺は諦めた。こんなところで彼と言い合いをしたところで時間の無駄だと諦めて帰ることにしたのだ。わかりました。失礼します。わかればいいんだよ。さっさと帰れ。パーティーに参加できないのは残念だが、帰ろうと背を向けた。その時、背後で会場のドアが開く気配がした。ちらりと振り返ってみると、中年の男性が慌てた様子で三浦に話しかけていた。三浦くん、社長のご子息がまだ来ていないみたいなんだが、何か連絡はなかったか？いえ、何も聞いていません。俺に対して横柄な態度を見せていた三浦が背筋をピンと伸ばし丁寧に話している。どうやら三浦の上司のようだ。社長が息子がまだ来てないからお開きにはできないと言っていて困っているんだ。そう言って周囲を見渡した上司と遠巻きに眺めていた俺の目があった。三浦くん、あちらの男性は？ああ、なんか地方銀行の方です。会場に入れろって騒ぐからお引き取りを願ったところです。気にしなくていいですよ。三浦は俺を見ながら薄ら笑いを浮かべて上司に説明した。その時、さらに会場のドアが開き、会場から新自然とした男性が出てきた。三浦と上司の視線がドアから出てきた男性に集まる。社長。出てきた男性を見てそう言いながら二人は慌てた。いかがなさいました？ご子息はまだ。ああ、わかってる。ちょっとお手洗いに行こうかと思ってね。そう言って受付の二人に背を向けた社長だったが、すぐに俺のことに気がついた。そして驚きながらも嬉しそうな顔をして俺に話しかけてくる。龍太、遅かったじゃないか。待っていたぞ。え？龍太？三浦はさっきまで罵倒していた俺が社長に話しかけられ困惑しているようだった。俺は急いで駆け寄り腰を折って頭を下げる。父さん、遅くなってしまい申し訳ありません。そう、この大手企業の社長は俺の父なのだ。いいんだよ。商談で遅くなると連絡はもらっていたからな。でもなんで入ってこなかったんだ？何かあったのか？父が心配そうな顔で首をかしげる。商談が長引いてしまったのはあるんだけど、もっと前から会場にはついていたんだ。俺はちらりと三浦を見ながらさっきの出来事を話した。
俺が社長の息子だと気づいた三浦の顔はすごく青ざめていた。父はすごく怪訝そうな顔で俺の話を聞き、最後には顔を赤くして震え出した。なんなんだそれは。しまいには、お前の銀行なんかうちと取引できないようにしてやるって言われてしまったよ。青ざめていた三浦は、さらに顔色を悪くしている。すべてを察した三浦の上司も血相を変えていた。父は怒りで震えながら三浦を見た。君、取引先の社員にそんなことを言うなんてどういうことだ？そんな、社長の息子さんだったとは知らなくて。その言葉を聞いた父がさらに声を荒げる。俺の息子だとかは関係ない。誰に対してもそんな態度を取ることなど許されないぞ。社長に怒られた三浦はもう何も言葉を出せなくなっていた。父の怒鳴り声に三浦も三浦の上司も固まってしまっていた。もういいよお父さん。この人に何を言っても無駄だよ。せっかくめでたい日なんだし、中に入ろう。そうだな。皆さんを待たせてる。リュウタ、一緒にステージに上がれ。お前を紹介する。俺は黙って父の後ろについて会場の中に入る。ステージに上がると、父がマイクの前に立った。ご紹介します。息子のリュウタです。次期社長として私の後を継いでもらうつもりです。父はもともと俺の大学卒業と同時に後継ぎとして早くから自分の会社に入社することを求めていた。しかし、俺は視野を広げるために社会経験を積みたいと父を説得し、あえて今の銀行に就職したのだ。もう私もそろそろ引退を考えております。息子のリュウタを次期社長としてぜひよろしくお願いいたします。俺は紹介が終わると会場にいる人たちを見ながら一礼した。後ろの方で三浦が土毛色の顔でこちらを見ているのも見えた。本日はお忙しい中、創立記念パーティーにお越しいただき、誠にありがとうございました。父がお開きの挨拶をする。会場の皆さんから盛大な拍手をいただいて、俺と父はステージから降りた。パーティー終了後、三浦が慌てた様子で走って俺の元に来た。三浦に呼び止められたが、そのまま俺は立ち去ろうとした。しかし、俺の腕を必死な顔をして掴んできた。少し話を聞いていただけませんでしょうか？半泣きで三浦がそう言うので、俺は立ち止まった。何ですか？本当に申し訳ございませんでした。どうかお許しください。散々あんな態度を取られて、いいですよなんて許すわけにはいきません。次期社長としてしっかり見極めさせていただきます。俺の言葉を聞いた三浦は、今度は土下座をして謝罪をしてきたのだ。本当に申し訳ございませんでした。仕事がなくなったら困るんです。クビにはしないでください。この後に及んでそんなことを言ってくる三浦に、俺は少し呆れていた。申し訳ないですが、あなたの悪い態度は以前から同僚に話を聞いていました。そんな人に自分の下で働いてほしいとは思えません。僕が社長になった会社にはあなたのような人は不要です。土下座をしたら許されると思っていたのだろう。三浦は泣きべそをかいて俺の腕をつかみながら必死に謝罪をしてきた。今までの自分の態度をしっかり見直して必要だと思ってもらえる人間になります。お願いですからチャンスをください。あまりの様子に俺は小さくため息をつく。わかりました。では一度だけ公正のチャンスを与えます。本当ですか？ありがとうございます。まだまだ若い三浦だ。これを機に彼が変わることに期待することにした。その後、三浦は地方にある支社に出向した。
その支社には非常に礼儀に厳しいと有名な支社長がおり、そこでしっかり働いて反省をすれば本社に戻れるという約束をしたのだ。一方、俺はというと、年度末をもって銀行を退職し、父の後を継ぎ社長になった。今まで地方銀行で学んだ真摯に向き合って一生懸命仕事をすることの大切さを改めて感じている。これからもそのことをしっかり忘れないように、そして三浦のような人間を生み出さないよう気を引き締めていくつもりだ。